おはようございます。おはようございます。マイクチェック、マイクチェック。ピントは合っとるかな。チェック、チェック、チェック、チェック。マイクチェック、マイクチェック。聞こえてるね。大丈夫ですね。色もいけますね。すみません。もうなんとなく病気ですね。やりたくなったんで、皆さん適当に。焦点はこれでいいかな。焦点は合ってるかな。合ってるかな。だいぶタイムラグがあるな。スマホと。どうかな。見たい人だけ見てくださいね。チビがちょうど寝たので、ここぞとばかりにチャンスですので。焦点、このぐらいのピントあった。このぐらいあった。このぐらいですね。すごいピントあった。このぐらいですね。21。ここいいですね。ピントのこと今まであんま考えてなかったけど、あったね、多分ね。大丈夫ですね。すみません。どうしてもドラクロワを書きたくなりまして、今下書きをしました。恐竜お兄さんがすみません。つくしさんなんか聞きましたよ。東京の方から。はい。紫。うまいですね。まだ書いてないですよ。うまいですね。赤坂さん、告知なしに。いや、今、恐竜くんが寝たんで、多分3時ぐらいまで寝よるんで、ちょっとやりたいなと思っていたので、もうやってしまおうかなと思います。今日はちょっと夕方から用事があるので、うまくないですよ。まだね、書いてないんでね、書き出してもないので、今、形はもう転写しておきました。で、今、それなぞってます。アクリルですね。1時間程度だと思いますが、もう少しかかるかもしれませんが、もうほぼ1時間で終わらそうと思います。いろんな仕事のあれがですね、落ち着いてきたというか、今日はちょっとやることがだいぶ終わってしまったので、せっかく機会やなと思って、下書き、よかった。嫌味を言われたかと思った。ちょっと今日はですね、いろいろ落ち着いてきたので、1時間ばかりなら時間あるし、もう病気です。やりたい病。赤坂さんもありがとうございます。いつもね。すみません、もう。告知しても昨日100人ぐらいでしたもんね。110何人やったから、あんま告知せんでもええんかなっていうふうに思いましたんで、自分がただやりたいだけですので、昨日との比較をすごく皆さん見やすいかもしれないなと思ってですね。これならば本当皆さんも写真をダウンロードしてできると思うので、勉強にもなると思いますので、なかなか絵画模写とかになってくると時間がかかるんですけども、巨匠の顔ぐらいを描くとかだったら、そんなね、時間もかからないと思いますので、そんなつもりでちょっとやってますよ。こんにちは。シトロンさんかな ?MR さん、こんにちは。絵描いてたとこ偉いですね。絵描いてたとこですか。もうダラダラと見たり見なかったりで結構ですよ。ね、いつもコメントくださる方、ね、予告してなかった。今、あれですかね、やってるよとかって言うてはるんですかね。あれで。焼酎の会のあれで。皆さん来れないでしょう。日曜日のこんなね、真っ昼間なかなかね。よいしょ。本当、昼寝をするときには、だいたい車乗せたら、あっちゅう間寝てくれるんで、もう車パッと乗せて、ホームセンター行こうかな思ったら、もう行く道中で寝てしまったんで、もう帰ろうと思って帰ってですね、こんな時間から始めてます。
ちょっとドラクロの絵もこう描く前に見てたんですけども、だいたいこういう感じかなという。でももちろんこれも板ですね。いつもそうなんですけど、板のこのシナベニアのやつを3号ぐらいのサイズかなと思います。なんでこれにしてるかっていうと、A4 サイズとほぼ同じというのと、このレターパックですね。私、住所書いてあるの。レターパックに入るので何かあった時に皆さんに差し上げれるように、このサイズで、作画動画とかを多く作っているということですね。先ほどもなんか画廊から連絡あって、来年の個展の打ち合わせとかなんかをしたいって言って、佐賀まで来たいんですけどって言われました。いや、ズームでいいっすよって言いました。時代ですよね。なんかね、もう僕はズームの方がありがたいというか、そのためになんかこうですね、わざわざ来てもらうのも電車代ももったいないですし、ということで、伝えました。向こうがズームができなかったら困りますが。私もズームは苦手で、大学はなんか、WebX とかいうズームに似たようなやつをずっと使っていたんですが、来年の春からズームにするということで、また覚えないといけないことが多いんだなと思いますね。一度、二度やって失敗したらね、大体覚えますもんね。皆さん、こんにちは。ゼペットさんもこんにちは。星々、転写とか下書きをして、しました。転写、これ。下書きね、見えへんかな。白黒コピー、これ。で、裏に、これ、ちょっと弱かったですけど、焦げ茶色のパステルかなんかがあったんで、その辺にあったんで、それをつけて、ゴシゴシゴシとやりました。大丈夫かな？ズーム焦点。大丈夫かな？色も大丈夫そうですね。大丈夫そうね。うん。あと何か書いてある。スカンブル、グレーズって似ている気が。グレーズっていうのは透明層です。スカンブルっていうのは半透明とか白が入っているような状態にと思ったらいいです。スカンブルというのは。似てるけど全然違います。似てるけど、透明層っていうのはもう下の絵のが全然こうちゃんと活かされると。半透明のとか透明の場合っていうのは、下の絵のが消えてしまうこともあると。逆にちょっと残ることもあると。白が入ったり入んなかったりみたいなところですね。いいですよ。そういう質問どんどんしてください。遠慮なく。チャンスですよ。もう僕も楽なんで、これ。聞かれると、打つのがね、今の若い人ならこうやってスマホ、シュッ、シュッとかできますけど、おじさんこうやって点点点、点点点しかできませんので、ぜひですね、こういう時に聞いてもらえると助かります。やっぱね、こういうのはね、本当に覚えれないですもんね。覚えれない、そうね、80歳の方とかがメールくださりますもんね。頑張ってはるんやろなと思いながらですね。よいしょ。なんかここの線、なんか書き忘れかな。ここの線書き忘れてますね。やっぱね、ここの線ね。ちょっと大胆な筆致やろうなっていう感じで、今日は多分その大胆な筆致をうまく使えたら、私はいいなと思うんですけど、でもちょっとこう、若い頃のドラクロワを見てたら、後半の方はどっちかちょっと直接的に絵描いてってるんですけど、グリザイユとかっていうことはしてたりしますよ、見てると。なんか自画像の局部的にグリザイユで描いてあるなっていうのは、なんか見て取れましたんで、ちょっとそういう感じはしておこうと。もちろん当時はアクリルなかったので、この時間じっくり見れないで、後でゆっくり、どうぞどうぞ、星をいっぱいつけられたんで、質問かと思いました。YK さんもこんにちは。皆さんね、適当にやってくださいね。私がたまたま、恐竜さんが寝てくれたおかげで、今日、なんかもう朝方、今日何時間仕事したかな、朝2時ぐらいから朝6時ぐらいまで仕事してて、バタッと寝てしまいましたもんね。バタッと倒れるように。夕方ちょっと用事あるから、ナイフかあれ。ナイフ今使ってたの。あった。よいしょ。僕なんかよくこう、展覧会とかでギャラリートークするときはいつも2時ってしてたんですけどね。
でも2時自分でやりながらめっちゃくちゃ眠くなるんですけどね。喋りながら、あかん、眠なるっていう時間なんですけど、なんとなくお昼ご飯を食べて、デパートとか個展とか、なんかこうやってたり、デパートじゃなくても、画廊とかでやっても、2時が一番僕なんか集客が多い気がしたんですよね。気のせいかな。ね、YouTube の場合は、どっちかというと夜とかのが酒飲みながら皆さんダラダラ見たりする方がいいのかもしれませんね。いつもこう、これ、明るいところにまずドンとインパストって言ってね、熱く塗ってってます。これは5分ジェストですね。こっちは普通のジェスト。柔らかいですね。だからなんか混ぜながら使おうかなと。蘇生的には同じようなもんやと思います。5分はその、日本画でいう5分ですね。牡蠣の貝殻とかをすりつぶしたものが炭酸カルシウムなんですけども、日本画で使われる、白ですね。それが混ぜ合わせされてるっていうので、ちょっとざらついたような、ジェストですね、これ。今も売ってるんですかね、わかりませんけど。研究室にずーっと置いてあって一回も使っていなかったんで、なぜ買うんやって感じかもしれませんけど、一応学生のために、こういうものあって、こういう使い方したらこれこうなんねんでとかっていうののために一応は買ってあったりします。そういうのがね。で光が当たってる方、ボーンとね、そっちの方から書いていきます。質問があれば流してくださいね。よいしょ。なんかかっこいいですね、やっぱね。こうナダールという人のね、やっぱ写真はめちゃくちゃかっこいいですもんね。後ろがこうボケてるから、やっぱりこう、シャッタースピードが相当長いこと、あれして、ピントをここの顔のとこに合わせてっていうね、当時のやつやったらそういう感じなんでしょうね。だから今のこう、やつはめちゃくちゃ便利になってるからですね。よいしょ。うんうんうんまあ、難しいのはこの影の中なんですよね。案外ここの色って、なんかこう慎重にやらんといきなり明るくなりすぎてもあかんし、でも言うてもいままやとあかんしっていうので、意外とやっぱり難しいといつも思ってるのはこの影の中とかこっち側の目ですね。どっちかというとこっちの目とかのが難しかったりしますよ。うん。あ、やばい。お腹が鳴りそうだ。お腹鳴ったらすみませんね。多分聞こえるぐらいマイクの手音良さそうなんで。さっきカレー食ったんですけどね。代謝がいいんですかね。やっぱ健康な証拠なんでしょうね。すみません、コーヒー飲みます。お昼カレー。ちょうど言ったとこでしたね。カレーです。美味しかったですよ。皆さんどうなんですか？辛いもの好きですか？僕めちゃくちゃ好きなんですけど、ガラムマサラと、なんだっけ、あれあれ、ハバネロペッパーみたいなやつ売ってて、それをダバダバダバ入れます。ちょっと今日入れすぎて、めっちゃ辛なったっていう感じですけど、辛いの好きなんですね。皆さんどうですか？やっぱ僕多分体に悪いことばっかりしてしまうんでしょうね。そういうところがあるんでしょうか。ここの襟の白さなんかすごいですね。やっぱいいアクセントになりますよねって言ってね。生に近い白でいいかなと思いますよ。でこういうところなんかちょっと筆致を残しつつ、多分3時ぐらいにはチビを切るんで、そしたらちょっとね、公園ぐらい連れて行くかもしれませんけど、日曜日はね、めっちゃ混んでるからね、って思ってます。出先で残念ですと。そうでしょうね。普通はね、皆さん出先ですよね。よいしょ。またなんか変なやつがね、怖いですね。なんとかクロンみたいな名前のね、やつが怖いですね。もう本当に。2年間近くもね、こんな状態ですね、皆さんね。こうやって僕が YouTube ね、やってなかったでしょうからね。私も皆様に会えて感謝ですよというね、心のこもった言葉を今、皆様に捧げたとこでございます。ミミマルさん見えたそう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 。あの人面白いよね。あれ学生さんでしょ？
俺、ヘライザーというね、女の子、ヘライザー総統さんね、めちゃくちゃ僕、短い動画やから大体見てますけど、もう毒吐きまくるんですよね。いや、いいな、あれぐらい毒吐ける、こう、なんか女の子で、可愛らしい女の子やけど、めっちゃ、ヘライチャーとか言ってね。そうそうそう。それで、なんか一回こう、収益が止められるみたいなんで、もうなんか私は、あれでって言って、多分10万人とか超えたらかな、なんかコメント欄に、スパチャ機能がつけれるんですよ。こういうライブ配信じゃなくて。で、それを彼女1回やったんですよ。それに、2000円か1000円か、ポイって送ってあげたんですね。頑張ってっていうことで、僕はああいうなんか、ね、昔のテレビとかは結構毒舌なテレビ多かったんですけど、なかなかこう今のご時世、なかなかないじゃないですか。なんかあの子一人で地でやってる感じがしてめっちゃ面白いなと思って、いけいけと思って見てますけどね。でも、ちょっと実はいつも愛があったりするんですよね、なんかね。毒を吐いても、その人のちゃんとチャンネルを宣伝していたりとかして、あ、この人多分そういう人なんやなっていう、そういうの言うたら怒られそうやけど、っていうのを、ああいう学生さん出てきてくれんかなとほんま思うんですよね。もうなんかこう行動力あるし、なんかね、すごいなと思う。もう現代の若者代表みたいな僕は、ああいう感じの子が増えてきたら世の中おもろなるのになと思ってますよ。よく見てましたね。スパチャのやつでしたね、多分ね。やっとライブを見ることできました。あいつもなんかコメントくれる方ですね。翔子岩さんも、ピアノの小曽根さんから、ピアノの小曽根さんから私来ましたか。小曽根誠さんってよう言われますよね。今も言われますよ。ね、全然、全然違いますからね。もうレベルがもうみんな、あんな方とは素晴らしい方ですのでね。私なんかもう全然違いますよ。私は単なる明るい絵描きおじさんです。背景も少しちょっとマチエルとかつけとこうかなと思います。今15分ほど経過しました。もう本当僕のライブは基本的に1時間ぐらいでだいたい終わらそうとしてますので、長引くときは先に言いますけど、今日は長引かないと思いますので、1時間程度で、2時半ぐらいをめどに考えております。でだいぶこうかけてきているので、ちょっとドライヤーをかけますけども、音が入っていないことを祈りつつ、これが立たない。これが立たないの。これがだけが問題だよね。低すぎるか。よし、立った。同じ誠なんですよ。お雑煮。でも、こそぎとかもよう言われますよ。こぎそとかね。全然もう名前の間違いいいですよ。もうよくこう、鬼好評とかで送ってくる人で間違えて、すみませんってもう送り返してくる人いるんですけど、ああいうの全然いいですからね。読みますけどね。漢字の間違いは。それは覚悟してくださいと。もうちょっと上がいいかな。このぐらいがいいかな。ちょっとカメラをね、昨日あの後、恐竜一さんがめちゃくちゃいじったんで、最悪なぐらいいじりやがったんで、ちょっとポジションがうまくいってるかどうか。やっぱ YouTube はね、やっ
ぱ登録者の多い人の見てみたりすると面白いですね。だから同じ絵描きさんのチャンネルってあんま見ないんですけど、ね、被ってしまっても良くないと思うので、なるべく見ないようにしてるんですけど、なんか登録者が多い人のは見てみたらなんか勉強になりますよね。やっぱ僕なんか、本当に素人のおじさんやから、やっぱ全然違うなと、やっぱ上手やなと思いますよね。そういうのはちょっと勉強にしたりしますよね。もうドライヤーかけてるからある程度今日は薄いんで早いですね。今20分ぐらい経過ですね。ちょっと油の準備をします。と言ってもこれを反転させるだけなんですが、昨日使ってたものと同じですね。もうちょっとこっちに寄せます。写真すみません。半分切れます。このぐらいいけるかな。はい。もう直で。質問あればしてください。あ、自分もカレーでしたか。あ、よいしょ。ちょっと時間的にはなんかゆとりじゃないけども、あるかな。よいしょ。この白黒写真を要は色つけるっていうことなんで、そこが面白いところでもあり、難しいところでもあると思いますので、そういうところをちょっと注目してというかね、テレピンと、あれだけですね。テレピンとポピーオイルだけです。ちょっとグレーズという、これグレーズですね。下の絵の具が生きてくる状態。で、先ほどちょっと質問あったんで、スカンブル的なことも後でしてみましょうか。なんか本当質問、絵の質問とかでもいいですよ。こういうの悩んでますとか、恋の悩みは無理ですよ、実際やからね。初心者の方が質問が来てますね。人物を描くときは平常心で淡々とですか、それとも優しい気持ちですか。優しい、激しい気持ちの時もあればやっぱり今回ちょっと激しい方でいきますよ。ドラクロワっていうね、あれなんで。淡々とというのは僕はね、風景画とかは案外淡々とやってますけど、人物画に関してはどっちかちょっと、いけとか、ダーンとか、ドーンとかっていう感じで自分の中で言葉を発しながら、心の中でですけど、言っています。ちょっとスカンブル的な感じで今やってます。言いますよ。そういう質問いいですよ。やっぱり淡々とただ写真を写すというだけじゃなくて、やっぱりね、もうちょっとこうした方がかっこええんちゃうか、ああした方がかっこええんちゃうかっていうふうに、なんか僕は唱えながらやることが多いです。青、コバルトブルー、バーントシェン、ヨウさん、アシスタントの恐竜くんたち、トミカでもありがとうございます。それは、もう、おそらく昆虫のおもちゃに変わると思います。昆虫の、なんか、そういうのがめっちゃ好きなんで、今、車はあんまり興味ないので、ありがとうございます。もう、昆昆虫がね、とにかく、今日なんかもハエのですね、ハエのおもちゃを持って、これちょっとスカンブル的な、グレーズですけど、ちょっと白が入ってるんで、今消えましたよね。リンカーンみたいになってきたね。かっこいいね。すみません。ありがとうございます。もう。グレーズ。で、これアクリルでなんでやってるかっていうと、1日でもちろん1日とか1時間ぐらいで書くからっていうのが一番大きいんですけど、こういうグレーズとかっていう作業って、今完成図だけとかで、やってます、僕はね。で、本当はダンマルとか、例えば、
グレージングバニスとかそういうのも売ってます。グレーズ用のニスとかも売ってますよっていうのを売ってますんで、皆さんそういうの使われてみたらいいと思うんですよ。で、別に僕、本当に結局もう完成油だけでいいやと、テレビの完成油だけでいいやってなってきたんですけども、僕もやっぱ初めの昔の頃は断丸樹脂とか、断丸1と1容量に対して、テレピンが2、完成油が1とかっていうふうに調合してました。もうどんどんその辺がもうめんどくさくなってきて、まあ書けるしなっていう感じと、最終的にはニス塗って、ツヤとかも出てくるんで、あれなんですけども、もう完成だけでいいやってなったんですけども、で、例えば今、グレーズの話をちょっとしてたね。これ今、グレーズしましたよね。で、服のところとかはせずにとか。これ拭き取れるんですよね。例えばテレピンとかだけでやったら、もうほぼ拭き取れる。ほぼほぼ拭き取れる。で、まあ、こう、なんていうか、下の絵の具さえ乾いていたら、そうやって拭き取れたり、もうこうやってこう乾きが遅い、油絵の場合、乾きが遅いから、こうやってすり込んだりできる。それによって凹凸みたいなのがちょっと出てきたりするじゃないですか。ズームでどこまでいけるんやっけ。このぐらいが限界かな。このぐらいが限界っぽいですけど、ちょっとこう、マチエールとかがしっかりこう見えてるの分かりますかっていうふうに、できるっていうところが結構大きいですよね。だからこういうふうに僕はグレーズとかっていうのはなんかこうしっかり乾いた後に、やってます。で、スカンブルっていう仕事をちょっとやってみせると、ちょっと今白入れてますよね。戻しますね。ズームを戻します。今ちょっと白を入れて、例えば、白入れたりすると、下のマチエールとかがちょっとこう消えてしまうというか、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、例えばカチッとしすぎてるなとか、難しいな表現がな、いう時とかに、なんかこう、つないであげたりするような仕事みたいな感じで、こうスカンブルとか、ハーフトンみたいなこうやってつけてあげたりするということをします。すみませんね。今回なんかいいですね。こんにちは。なんか皆さん、いつものメンバーと違う人たちがコメントくださっていて嬉しいですね。えっと、翔子岩さんは自分の肖像画を家にも絶対嫌やな。絶対自分で描いたいなんか、絶対嫌やな。私はね。自分で描いたいなんか嫌やな。油絵のメイキングを見るのが初めてで、ドラクロワ風ってかわかんないんですけど、どういう描き方。どっちかっていうとね、大胆な筆致、筆の跡とかね、綿密にこう、筆の跡をなくしていくというよりは、筆致、筆の跡ですね、を少し残しながら描いていけないかなっていうところがちょっとポイントかなと今回思ってますよ。わかります？だからその当時でもドラクロワっていうのがロマン主義と呼ばれる、のに対して写実主義と呼ばれる、例えばアングルとかっていう人とかね、そういう人はもうどっちか筆致をあまり残さないみたいな、なんかそういうこう対抗があったんですね。でもそれを凌駕するような一つのムーブメントとして起こったのが印象派っていうものですよね。でも印象派っていうのは当時別にそんなにこう、若者ちんちグリーンたちがなんかやっとるわぐらいの感じに見られていたんですけども、まあ、落選展って言って、落選した人たちの展覧会を何クソやろうぜっていうことで、マネっていう人がですね、こういうフランスの美術界の巨匠ドラクロワであるとか、アングルとか、ジェロームとかね、そういった人がいるんですけども、そういう巨匠たちに対して、俺たちの絵なんでサロンに入選せんねやとかいうことで、なんやったらじゃあ俺たちだけで展覧会やったろやないけっていうことで、この写真を撮ったナダールっていう人のアトリエ、スタジオというか写真スタジオですね。でそこで、展覧会をやった。で、まあ、この間山田五郎さんのYouTube で新しい見解が出てて結構面白かったんです。あれ絶対皆さん見たらいいと思うんですけど、まあ、そういうこう印象派っていうのが生まれていった。
なんかちょっと説明になりきってないですけど、すいません、絵描きながらなんでね。うん、初めてです。先日父を亡くし、あ、そうですか。お父様亡くされましたか。そうですか。ね、僕も父を亡くして、何年かな、もう8年ぐらい経つかな。えっと、なんかありがとうございます。マリコさんありがとうございます。これは、ドルかな、普通のドル。結構な額じゃないのこれ。ドルで$49ってかけ110円ぐらいちゃうの？ええ、そんなバカな。そんなこんな、そうなんですよね。海外の人にとってこの時間で案外いいのかなとふと思ったんで、ちょっとやろうかなと。もうすでに大胆な筆致になってきてるの分かります？よいしょ。すみません、ありがとうございます。もう、クリスマスプレゼントはこれで、100円ショップじゃなくて済むことになりました。ありがとうございました。よいしょ。ちょっとこう、筆跡を残してもこうかっこよく描けるというか、やっぱりこう、鬼好評というので皆さんの絵を見ていて、なんか、絵をこう、楽しんでいないというか、僕なんかの写実的な絵を皆さん目指したいのかわかんないけども、なんかいろんな絵があるんですけども、もっとこう、大胆な筆致でガンガンガンと描いてみるとか、やってみたら面白いのになと思うんですけど、でも雑になってしまうんですね。で、その雑じゃなくて、ある程度かっこよく描けるかどうかっていうのも、そう、歴史知った方が絶対いいですよ。もう本当に。やっぱりこうですね、ドラクロワってこう民衆を導く女神って皆さん有名でしょ？ああいうのを描いてる人ですよね。よいしょ。なんかこう、歴史、僕ももちろんね、美術史家ではないので、間違えたこと言うこともあると思うんですけども、そういうこう研究する人っていうのはやっぱりこう、面白いと思いますよね。そういうのを研究するのを仕事にされる方は、またなんか、マリコさん、マリコゴールデンさんって、あれかな？マリコゴールデンさんとマリコ、だってちょっと見てみよう。これは、わからん。なんか、コメントいっぱいくださってた方かな。なんかこう寄付したいんですけどっていう、英語一生懸命僕も訳しながら見ていました。この方かな。ありがとうございます。もう、油絵の良さってこういう風にこう、なんていうか、乾かないうちに描いていけるし、乾きが遅いところ。で、逆にそれがやっぱ難しくもなると思うんですね。皆さんにとっては。乾かんから書き込みができへんと。じゃあそうなるんやったらば、ちょっとこう、一手一手を、今ね、僕よくこう動画の中で責任っていう言葉使うんですけども、一手一手こうちゃうか、こうちゃうかってかっこよく、かっこよくっていう風にしていったりすると、なんとなくかっこよくなってませんか？無理やり言わしてる。で、そういうことをちょっと知ってほしいなと思ってですね。要は写真というものが出だして、えっと、その、もちろんこう宗教のを伝えるという意味合いもあって、あとはなんか記録としての意味合いも絵画っていうのはあったわけですよね。歴史画とかそうかもしれませんし、ロマン主義というのはロマン語というこう難しい言葉で描かれた、あの、あれを、えっと、を書いたりしてるんですけども、でもこう、その意味って、ほんまに絵画ってなんか違うんちゃうけっていう風に言っていき出したのが、印象派の若者たちですよね。それを煽ったのがマネなわけですよ。で、そこにもちろん、いたりしたのがドガとか。だから今回一応人選っていうのはなんとなくそういうこうですね、人選だったわけですよ。あのじゃあ、ここ写実主義っていう言葉が出てくるんですけども、じゃあ写実主義っていうのはクールベっていう人が提唱して、今回写真をコミュニティ欄に載せてる人の今全部話をしてるんですけども、で、クールベっていう人は、やっぱり同じように、あれなんか俺はそんな天使の羽とか見えへんでとかっていうことを言うた人なんですよ。で、やっぱりこう写実主義というのを提唱していった。
あの人っていうのは世界初の個展を開催した人なんですね。確か万博の会場の近くかなんかに、ちょっとすみません、正確な情報が間違えてたらすみません。っていう風なことをした人なんですよ。だからすごく歴史の偉人たちを書いてみるという、なかなかね、攻めた企画ですよね、これね。ね、フランスサロン界の重鎮、ドラクロワに対して、写実主義というものを提唱した、クールベであったりとか、えっと、マネっていうのは、やっぱりその中でちょうど真ん中ぐらいの年だと思うんですけども、モネとか、ドラクロワとかよりはちょっと、じゃなくて、モネよりはちょっと上、ドラクロワとか、クールベよりちょっと下やと、ちょっとすみません、年齢まで分かりませんけども。でもクールベと、モネは結構ライバル関係にあるかな。だから、クールベが結構攻めたことをするんで、攻めたことするっていうのは今言ったような古典するとかですね、世界の起源っていうぜひ、言葉で今インターネットで、クールベ、世界の起源って調べてみてください。めっちゃ攻めた絵が出てきますのであれはいいんやっていうぐらい、YouTube 上では多分アウトやと思うんですけど、ね、インターネット上では、教科書にも載ってるから、いいんやっていう絵が出てきますので、今言ったように、天使の羽は俺には見えないということを言うてはる。コマーシャルに、画伯の絵が出てましたか？誰の画伯か、誰ですか？画伯というのは誰画伯ですか？よいしょ。私じゃないと思うよね。岡山の美術館なんかに僕の絵多分ないんちゃうかな。僕じゃないね。どうですか？今、筆致をぐいぐい残していってるの分かります？一手一手絵の具をしっかり混色して、グリ材で描いたことによって、やっぱりある程度大崩れしませんもんね。だから初心者の方っていうのは、案外こういう風になんか白黒で描いてみようかなとか、油絵で描くのはあれやったらアクリルで今みたいにちょっとパパッと描いてみるだけでも違うし、少し絵の具の物質感みたいなのを少しつけてあげようかなっていう風にしてあげたりすると、やっぱり違ってきますので、で、特に厚いとことかね、薄いとことかにつけていってあげたり、薄いとこちゃうわ。厚いところにつけていってあげたりすると、後々それが効果を発揮しますと。日曜朝、なぜかめっちゃ早起きしたら偶然見つけました。そちらはですか。セイコさんはそうですか。そちらは朝早起きなんですか。どこのあれですか。海外の人にとってはね、土曜の午前中とかって、多分夜中やろうなと、金曜の夜中やろうから、9時にやったら夜中12時スタートとかになるのかな。ヨーロッパやと多分9時間ぐらい確か時差あったような気がするから、1時とかそんな時間になるから、見れへんやろうなと思って、で、たまにはこういう時間もいいのかなと思って、突然やり出してます。と言ったら、昨日116人で、告知して116人で、今日80人と、そんな変わらんやんけっていう、告知絶対してくださいとか言われたから、したんやけど、ね、やっぱやらんでええな。その人が見に来てないっていうね、なんかね。なんか謎ですよね。世の中には謎というのが多いです。今まだ筆致自体は点々点ってなってますけど、それが少し他のとことか混ざり合いながら、複雑になっていくということが起こってきますので、今で、40分ぐらい経過かな。40分ぐらい経過しました。だから見ての通り、僕、手の動き自体そんな速くはないと思うんですけど、多分、的確ではあると思うんですよ。よく言われるんですけどね、めっちゃ手動くの速い、手っていうか作品早いなとかって言われるんですけど、いや、ちゃうちゃうちゃう、あんたより仕事してるって僕言い返すんですけど、ね、見てると仕事めっちゃしてるの分かりますよね。あんたより仕事してるって言い返すんですよ。ひどいですよね。もう大学の先生やってる以上は、ね、それが忙しくてできませんとか言い訳できないですからね。じゃあやめろやっていう話になりますから。だから言い訳はしませんもんね。だから完成しませんでしたとかっていうことも僕は言いませんもんね。言ったことあるか。
いやいや、女性の横たわっているその絵ですけど、何のことかな。スペイン行きたいな、翔子さん。なんやろな。僕の絵かな。僕の絵誰マネの絵ってことかな、ちょっとよくわからん。埼玉里さんも、たまたま気づきました。偶然皆さん気づきました。僕の絵やないと思う。ね、多分違うのな。マネかなんかのことを言ってはんのかな。マネの、横たわるなんちゃらかな。その一文じゃなかなかわからんな。前後にあるのかな。コマーシャルに画伯の絵が。ないよね。まあいいや。グリザー油で描けるようになるには、デッサンの練習は効果が、もちろん効果あると思いますよ。デッサンの練習効果あると思いますので、やっぱデッサン的なことは身につけておいた方がいいと僕は思っている派です。自分が将来何になりたいかによりけりやと思いますけども、それは、プロの作家さん目指すでも、アニメのあれになるにしても、漫画のあれになるにしても何にしても、やっぱデッサン的な今教え子の子がアニメのすごいまあまあ頑張って、劇場とかで公開される映画の美術監督をしていて、ちょっと今のゼミ生にその子の話でも聞かせたろうかな思ってちょっと調整しているんですけども。で、結局、やっぱり画力ですよって言ってました。その子は。そうか、やっぱそうやろうなって思って。じゃあその画力の身につけ方って今のあれはやっぱりデジタルでやっていくのか否か、もちろん多分仕事はデジタルでやっていくんでしょうけど、そういうのも含めて聞こうかな思ってるんですけど、画力ですよっていう一言が返ってきて、やっぱそうかっていう感じですね。で、なんかデッサンで考えるとすごい苦痛に感じると思うんですけど、僕は結構例えばこういう、油絵で、こういう感じで描いていきたいなとかっていう、オーソドックスな感じで描いていきたいと思われるんやったら、グレートーンの紙とかに、黒と白の紙を用意して、紙じゃ画材。何でもいいですよ。色鉛筆でもいいし、コンテでもいいし。で、それで描いていく練習するっていうのは僕はすごく有益やと思いますよ。意味わかります？で、明るいところは白。で、なるべくその髪の色を残す。難しいこと言い張ったね。残しつつ、そうするとこういうグリザ油っていうのの意味が分かってくると思います。全然顔違うな。何が違うんやろな。と思いますので、ちょっとそういう今言ったようなことをなんとなく頭入れておくといいかなと思いますよ。どうしてもなんか日本のデッサンって、鉛筆デッサンで顔をグリグリグリと顔っていうか黒で鉛筆でグリグリグリと描いて、とにかく描けみたいな感じになっていくけども、ね、それがすごく効果があるかというと、僕はあんまないと思ってて、全くないわけじゃないですけど、やっぱ頑張ったからいいでしょうみたいな人って結構増えるんですよね。でもものづくりって多分努力賞ないと、もう元も子もないこと言いましたけどね。努力賞ってない世界で、10分でできてもいいものはいい。僕も1時間で例えば今日書こうかなと思って今、あと15分ほどで1時間ですけども、決めてかかったら、1時間でかっこよく書けるか否かっていうことが大事になってきて、その際にやっぱりね、手数をいっぱい入れましょうっていうことじゃなくて、これ何のためやってんのかなっていうことが、ちょっと分かったりすると、なんかより、勉強って楽しになるんちゃうかなというふうに思いますよ。告知すると見るのを忘れ。そうでしょ。ということですね。私の娘夫婦もアニメーターをそうですか、アニメーターやってるんですか。ね、だからアニメーターも例えばね、作画とか、キャラクターデザイン作画じゃないですけど、キャラクターデザインとか、背景とか、多分いろいろあるんだと思うんです。色なんとかみたいなのとかね。ちょっとよくわからんので、そういうの聞こうかな思うんですけど。で、その子自身はなんか背景とかをね、なんか書いててすごくまあまあ本当に劇場とかで公開される映画の、もう名前とかネットで調べたら出てくるから言っていいと思うけど、言わんときますけど、と思って。で、
いろんなことを聞くチャンスかなと思ってですね。あかんと思ったらなんかこう拭き取れるからですね、これアクリルで下地でやっていたら、あかんと思ったら拭き取ったりできるっていうのは、こういう便利ですよね。もっとなんかこう、僕のイメージはもうちょっとこう、ガサガサっとやろうと思ったけど、やっぱり細かいこと書いちゃいますね。私の悪いところやなと思うんですけど。もうちょっと色とかもちょっとね、せっかく白黒色変えてるんやから、色も使っていった方がいいですよね。たびたびすみません。2層目以降はポピーオイルだけにするのですか？クイックドライペインティングオイル使ったら下が溶けて、それとも溶かし方が足りなかっただけでしょうか？2層目以降はポピーオイルだけ。ですね、多分そのクイックなんとかメディウムっていうのもテレピンとかが結構入っているんで、その側面をぜひ見られたらいいと思うんですけど、そのテレピンって溶解する性質があるんですね、溶かす性質。だから、中の方に絵の具がちょっとでも乾いてなかったら、それを溶かしてしまうんで、だから僕そういうの嫌やから、僕は完成油だけで描いているっていう、ところもあります。クイックドライメディウムとかって多分、こう見てみると、アルキド樹脂とかテレピンとか側面、ぜひ、絵の具の側面見られたらいいと思うんですよ。で、そうすると、こういうの入ってます、こういうの入ってますっていう中に多分、ペトロールかテレピンって揮発性油って書いてあるはずです。でそれが、やっぱ溶解するものになってるんで、ほんの少しでも、絵の具が乾いていなかったりすると、溶かします。だから、僕はもう、多分僕、受験の予備校の先生とかするんやったら、もうアクリルで下地塗って油絵の、もうこれだけでええんちゃうって僕言いそう、今やったらね。佐賀大学は油絵の試験がありませんので、こういうこと言ってます。ね。今ので分かりました？なかなか乾いてるか乾いてないかって、完璧なる判断って難しいですからね。だから僕はなんかこう、もう完全に1週間はもう触らないように、もう下手すりゃもっとかもしれません。ほんとほったらかしにしてる期間って長いですよ。絵をですね。昨日のモネと比較してみると、すごくよくわかるんじゃないかなと思いますね。後で持ってきますけども、今日はちょっと筆致を生かして書いていくということを今しております。いい質問ですよね。僕も最近だからなぜそういうの使わなくなったかって、作れる言ってしまった。ごめんなさいね。草壁の人とか、ホルベイの人とか、松田の人とか、僕は絵の具会社の知り合いいるんで、作れるから作ればいいなっていつも思ってしまう。自分の調合油ですね。すみません。いくつか作れないのっていうか、作るの難しいやつあると思うんですけどね。だから僕今見たら、ここの絵皿ほぼ触ってないと思います。ほぼ。で、ここは薄くなんですか、完成油が塗られているんですけど、ほんと薄くね。で、初めに塗ったあれだけで描いてたの分かりました。で、多分1回か2回じゃないですか、ここ触った。あんま記憶ないですけど。うん。で、僕は十分それで絵描けるよって言いたいんですよ。なんか難しく考えすぎちゃうかって思って、で、受験とかを経験するともう早く乾かさなっていうことに終始してしまうと、こうやって絵の具の今やってるような伸びやかさとか、微妙な色とかを出せるとか、ハーフトーンとかを使えるとかなんとかとかっていうことがなくなってしまうというかですね。だからこういうことをやってるんですよ。なんか受験終わった途端に、ね、辞めるんじゃなくて、受験終わった後もなんか、続けてほしいし、その続ける時にちょっとこういうのが、役立ってほしいし、大学出られた後とかに長年絵描くのをやめてて、絵描こうかな思った時になんのこっちゃらって思ってすごい難しく考えすぎんようにですね、してもらえたらなと思ってます。上に質問ありますよ。どこ？どこ？オフィスミキさん、すみません。名前をね、出すのをやめてもらえると助かるんですよ。
教え子なんですけど、すみません、これ削除せんというか、こういう動画残るので、個人名を出すのはちょっと控えていただけると思って、これどうやったらいいかな、右クリックするのかな。削除をしてもらえると助かります。どうしようかな。あ、横たわる女性の絵、私の絵じゃないと思いますよ。古希美術館、名品展。私の横たわる女性の絵は多分ないと思いますけどね。うん、すみません。ちょっとその辺ね、こうなかなか皆さん個人名を出す人がいるんですが、消せない。消えたかな？大丈夫かな？すみませんね。昨日もそれあったんですけど。ちょっとこう、あれにアーカイブに残るんで、もうそのね、ごめん、名前載ってるとか聞けないし、学生はもうなるべく僕が先生やったっていうのをもう忘れたいと思ってる子は思ってると思うんで、私はそっちの方がいいと思うんですよね。彼女らもやっぱりこう、彼女らとか彼らもやっぱ作家としてやっていくときに、常に僕の名前が付きまとうんですよ。もうなんていうのかな、それが幸か不幸かわからないですけど、ね、木曽先生に教わりましたってこう絶対聞かれるでしょ。佐賀大学って言ったらもう絶対ほぼ私の教え子になってくるんですけど、っていうのを僕が見てて、やっぱかわいそうやなと思ってですね、だからなるべくこう、私はもう卒業したら私の影を消して自分らで頑張りって感じでやってった方がいいと思うので、お名前はすみません、控えていただけると助かりますと。質問ありますってどれかな？今のでいけるのかな？大丈夫かな？もし質問あったらしてください。あと10分ほどで終わります。だいぶこんな感じで出来上がってきて、ちょっと、こう見ている角度が下から見ているので、見ないというか目やな。やっぱ真上から見やんとなかなかね、こういうの難しいですよね。目やな。おっと。まあ多分当時の色、絵の、印象派の前ぐらいとかって、このぐらいから少しずつ色数って増えてくるんですけども、多分使える色ってこのぐらいやったりするし、こんなカドミウムとかこうコバルトとかそんなないですけどね。出来上がりでだいたいこんな感じの色が多くないですか？横たわる女性の絵、私の絵じゃないとは思うが。うん。多分それ森本先生の絵じゃないですか。ポスターとかになってるっていうことは、森本壮介先生の絵じゃないかな。まあいいや。よくわからん。私のじゃないですね、多分ね。私よく保木美術館って言われるんですけど、僕、やっぱ日動画廊さんが主なんで、あんまり作品ないんですよね。だからちょっと日動画廊さんも美術館持ってらっしゃるので、なんかこう、よく、作品ね、僕2枚しかないんですよ。だからよく古希美術館行ってなかったんですけどとか言われるけど、僕あるってあんま言ってないはずなんですけどね、動画の中とかでも。なんかこう、よく言われるんですよね。だからその名品店って岡山の方であるのか、それは私の絵が1枚ぐらいはあるかもしれませんし、私は写真撮ってもいいですよっていうことを言うんで、もしかして森かなんかの絵かなんかが出てきたら、それ写真撮れるようになるんちゃうかなと思いますけどね。うん。まだ似てないね。目やな。目や。目。よいしょ。あと7分か。よいしょ。ちょっとやっぱ構えみたいな感じですね。もうちょっとなんか色を使いたいですね。もうちょっとすみません、延長するかもしれません。もうちょっと色を使っていきましょうね。やっぱ赤系と青系みたいなのがもう少し入ってきた方が、学生さんはもう本当作家としてやっていくなら僕の名前が消えるぐらいまでに頑張らんとかわいそうやと思うんですよね。で、古典とか来てね、よくいるんですよ。小木曽先生の教え子の絵買いましたって。
それ言われてもな、俺困るんやけどなっていう、はあとかしか言えないんで、僕ね、買ってくれへんかなって思うんですけどね。みんなね、学生さんのがね、売れっ子さんになってますからね。困ったもんですね。よいしょ。質問は、ようさんの質問。まだあったっけまだあった？二度目ポピオイル使ったら下の絵の具溶けたって僕答えましたよね。なんかあります？言いませんでしたっけ？だから、まあ、二層目はポピーオイルがいいんですかっていう、限定しているわけではないけども、なぜ溶けたかという理由を僕は多分答えたと思うんですが、ダメですか、あれじゃ。テレピンと呼ばれるもの、それぞれのやっぱり組成という、特性と組成というのを、やっぱり理解してないと、なんかクイックドライって書いてあるから、乾くの早いから書いてみた。でも、乗せたら溶けた。あれみたいなこと起こりますよね。何度も言いますけど、1時間で書いてますので、誹謗中傷は受け付けてませんので、ちょっとそこのところは皆さんね、1時間でじゃあ書いてみてくださいっていう話を僕多分振ると思いますんでね、大したことないやんけって言われたらそれまでですけど、1時間で書いてるということを皆さんね、証言というか目撃しているわけですけど、1時間なわけですよ。ね。ちょっとヒゲのところを最後ね、書いて、ある程度終わりにしようかなと思いますので、もしなんか最後質問が1個2個あれば、お答えできる範囲でお答えします。でもね、言うてももうね、作家さんいっぱい育ってきたなっていうふうにも思うんですけどね。今なかなか育てにくいですよね。なんでかというと、ゲームアニメを目指す子が多すぎて、やっぱこんな古臭い油絵の具で絵描くとかっていう、目指したい子って少ないんですよね。ねえ、難しいなと思って、僕はそういうのやりたいんですけど、なかなか自分の、ね、やりたいことと学生さんのやりたいことが合致しないもんで、ねえ、書きさんになりたいなんて思いませんっていう感じですかね。そうやなって言ってね、そうやな、こんなん食えへんしな、みたいな話をしてますよね。すみません、たびたび。ん大丈夫かな大丈夫かなグリザイで描けるようになるには、デッサンの練習が効果がありますかという質問、僕多分答えたと思うんですけど、答えてませんですかね。デッサンのやり方を多分答えたと思いますが、答えてないかな答えたでしょうかね。もう一度言うと、やっぱ効果はあると思うんですが、ただ闇雲に書くというよりは、なんか先ほど言ったのは、グレートーンとかの紙を用意して、白と黒みたいなので書いてあげたりするような練習をした方が効果はあるんじゃないかなと。日本のデッサンっていうのは、受験教育とかでされているデッサンっていうのは白黒っていうか、白い紙に黒い画材でガガガガガと書いていくんですけども、なかなかそれやと限界があるんちゃうかなというのが私の印象ですというのを答えたはずですが、大丈夫ですか？答えてなかった？もう、夢の中で答えたつもりでいたかなよくわからんけど、答えたと思ったが、それじゃダメだったかな。という感じで、ちょっと背景も少しだけいじりましょうか。せっかくなんかね、もう今日も今日油絵使うのここで終わりやから、なるべく絵の具を使い切ってしまった方がええかなと思って。昨日からね、このパレットほぼ同じですからね。という感じで、いかがですか皆さん。1時間。1時間ちょうどぐらいですかね。1時間ちょうどぐらいで、ドラクロワ風に描いてみたということで、はじめましてと。シナベニアで描いてみたいと思います。下地は白黒ジェストだけで十分ですか？その後デッサンはサインペンでもいいですか？これは、ですね、これちょっと長くなるな。
もう一個上にホキ名品店の CM は学科さんの名前も一緒に紹介されているので、私でなく別の先生の名前が確認できる。そうだよね。そうですね。合ってますね。で、シナベニアにこれ僕書いているっていうのは、作画動画用というかですね、もうちょっと延長しましょうかね。作画用、動画用というか、皆さんに見てもらうために、なんていうの簡易版でやってるんですよ。で、これ別に売り買いとかしないですから、どっちかちょっと差し上げてるぐらいの感じですけども、可能ならば何かかませた方がいいんですね。例えば、僕やったら白味とかで、塗り方で見せてるのは、布をかませてあげたりとか、直で書くっていうのはちょっとこう、ちょっと怖かったりすると思うんで、もちろんされてもいいと思うんですけど、なるべく一枚板の状態のもの、要は、でっかいものはやめた方がいいと思います。で、僕すごい薄いの使ってますけど、なるべく厚い方がいいけど、遊び程度やったらこういうのでいいと思います。で、白黒じゃなくても、何でもいいですよ。白だけでもいいし、黒だけでもいいし。なんかその辺は僕は、ただ白と黒があるから白黒でちょうどグレー作るとこういうの、ね、分かりやすいでしょ。分かりやすいっていうか、分かりますっていうことで、別に僕のやり方が正解なわけじゃなくですね、ちょっとその辺説明が言葉が難しいんですが、言いたいこと分かってもらえたでしょうか。ということで、30分になりました。ちょっと白いひげまで描いてしまいたいところなんですが、という感じで、これも多分何かの時に、差し上げるものになる可能性が高いですが、ちょっと機能との関連付けで、お見せしたかったですね。こういうふうに、サロンの巨匠とされるね、ドラクロワに対して、ちょっと待ってくださいね。これ、昨日描いたモネ。ちょっと写真の方がね、昨日やっぱどうしてもこう写真撮ると、色が悪くなってしまうんですけども、印象派。こういうアカデミックな仕事をしてきた人に対して、こちらの方はこうね、新しい絵画を見つけていこうということをしていったという、フランスのこの巨匠2人ということを2日連続にわたって、お届けした次第です。海外と学びの違いあると思いますよ。もう石膏デッサンとかって多分ヨーロッパとかやってないと思いますよね。人物デッサンとかの方が、あれかなと。こうやって見るとめちゃくちゃわかりやすいでしょ。ね。終わり、コロコロさん残念。イラストやアニメに人気があるのは商標的需要が大きいからでしょう。あ、そうですか。かっこいいでしょ。先ほどありがとうございますね。わかりやすいかなと思います。これでね。いかがですかということで。大丈夫かなシナベニア。ジェストっていうのは、アクリル絵の具で、もともとイタリア語で言うと、石膏って意味なんですね。で、それを下地材という形で、作ったものがこういうジェストというものですね。で、これ塗っておくと吸収も若干止まりますので、若干というかある程度止まりますので、こういうのはなるべく塗っておいた方がいいかなというふうに思います。面白かったですか ?101。昨日とそんな変わらんやんか。昨日と視聴者の数がそんな変わらんかったということで、ドラクロワと両方サイン入れときましょう。ね、必ず何かのプレゼントになると思いますが、サインを、どうしようかな。モネ風に入れてみようかな。やめとこう。それ遊びして怒られるわな。ドラクロワはわからないですけどね。おぎそ。おぎそ。僕はなんか絵の邪魔にならないとこに、これやったらこっち向いてますよね。これやったらこっち向いてますよね。っていう邪魔にならない、こっち向いてるっていう方向に動きっていうの向かっていくんで、僕やったら逆の方向の方に大体サインを書いてあげることが多いです。で、縦バージョンも横バージョンも。で、僕は大体漢字でも読めるか読めんか程度の漢字で書いております。すみません。終わっちゃいました。ということで、以上です。ありがとうございました。スパチャすごく、で励みになります。ということで終わります。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。